皆さんこんばんは、うのうと言います。前置きだけささっとさせてください。今回は考察視点の不思議の帽子、物語の最初からパート6までの考察部分をまとめました。当然ですが、不思議の帽子のネタバレがあります。このチャンネルでは、薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。2021年3月6日夜8時過ぎにこの動画の続きから始めていきます。最終更新のパート6の投稿日が2020年の8月末ということで、薬剤の目視録の発売前になります。その他の動画の考察内容もあって、辻褄が合わないことが出てくるかと思います。そこだけご了承ください。公式の裏付けは、なるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。さあ、やっぱり今回も右脳でいきます。まずはムービー、黙ります。ピッコルというのは空から来たんですね。ブレスオブザワイルドと関係あることを少し話します。この画像はブレスオブザワイルドが発売して少し経った頃にアップロードされた任天堂さんの公式の動画の一部なんですが、開発段階ではブレスオブザワイルドにピッコルを登場させる案もあったそうです。もちろんその案にはリンク自身も小さくなることも含まれていたのだとか、しかし彼らを活かせる幅が少ないなということで泣く泣くカットにしたそうです。ディレクターの藤林さんが動画内で言ってました。あ、ゼルダ姫。こんにちは、スミスおじさま。お城を抜け出してこんなところまでお一人で来なすったか。大臣がまた心配して大騒ぎしますぞ。平気よ、それより右脳はどこ？町は年に一度のピッコル祭りですごく賑わっているわ。二人で見に行こうと思って呼びに来たの。一緒にいてもいいかしら。おお、そうですか。右脳のやつは昨日遅くまでわしの手伝いをしてくれてましたな。まだ寝ておりますが、もうそろそろ起きてくると思います。お城にお使いもあるし、一緒に行ってもらえばちょうどいい。おーい、右脳や。さあ、これが本作の主人公リンクです。かなり仲のいい関係のようです。せっかくの祭りだ。ゼルダ様で一緒に見に行ってくるといい。そのついでにと言ってはなんだが、頼まれていた剣がちょうど今出来上がってな。これをハイラル城の大臣に渡してきてほしいのだ。スミスの剣を預かった。これ実質デートだよね。このゼルダ姫がね、ほんとなんか可愛いんだよね。すごい元気で天真爛漫っていうのか、こういうの。どこからともなく現れたピッコル様たちが人間に光と剣を授けてくれた。光と剣か。光はフォースなのかな。おかげで魔物は退治できて人間は平和に暮らせるようになったのじゃ。その時の感謝の気持ちを忘れないように、こうして毎年なんとかかんとかピッコル様たちは良い子の前にしか出てきてくれん。毎年ピッコル祭りではお城で武術大会があるんじゃよ。今年はもう終わっちゃったと。今回は黒ずくめの男が優勝した。100年に一度だけ人間の世界とピッコルの世界をつなぐ扉が開くという言い伝えがある。扉が開くから来るんだね。そしてなんと今年がその100年目なので、それより今年の武術大会はすごかったよ。初めて見る顔だったけど、どこの誰だろうね。変な術を使ってあっという間に優勝しちゃったんだ。へえ、なんかチートを使ったのかな。これテリーだよね。あ、テリーだ。すごい、くじ引き大当たりですよ、ゼルダ姫様。お好きなものを選んでくださいな。私はこの小さな盾をいただくわ。はい、私からのプレゼント。この盾右脳に似合うんじゃない？嬉しいね、これは。私に何かあったらそれで守ってね。おう、右脳くん、君が剣を持ってきてくれたのじゃな。では剣はハイラル国の大臣、このテンガロが確かに。せっかくじゃから右脳くんも表彰式を見ていってはどうじゃな。あれはピッコルの剣といって、その昔ピッコルによって人間に授けられたと言われておる伝説の聖剣じゃ。言い伝えでは、あの宝箱には剣の力でたくさんの魔物が封印されておるとも言われておる。はい、この音楽。優勝者グフーよ。入るがよい。グフー。これが優勝者の名前らしいですね。
ふふふ、これほどうまくいくとはな。ハイラルの王家に伝わるピッコルの剣と封印の宝箱。その中に封印されているものこそ、私の探し求めているものに違いない。宝箱の中身はもらっていきましたよ。やばいやつやな。まずいぞ、これは。邪魔はさせませんよ。ピッコルの剣と封印の宝箱にお目にかかれるのは武術大会の優勝者だけ。私はこの時を待っていたのだから。やばー。やばい。封印してる剣が抜かれちゃったよ。折れたのかな。うわ、やばい。宝箱は魔物が。ゼルダはなんか防いでたね。不思議な力で。何者です？なぜこんなことを。光の力を持つ姫ハイラルの王女が持っていると言われる不思議な力というやつですか。そんな力を持ったものを放っておいて後々邪魔をされたら大変ですね。私の魔人の呪いで石になるがいい。うわー、ダメやったか。ピンクはなんで石にならなかったんや。私の邪魔をするものはみんなこうなるのです。さて、宝箱の中身をいただくとしましょうか。やべえ。なんということだ。この宝箱はただ魔物たちを封印していただけとは。まあ良いでしょう。フォースがこの世界にあるのは分かっています。ゆっくりと探すとしましょう。フォースを探してるんだ。こいつは。どうすんのこの後。寝てたんだな。皆の者も知ってるの通りだ。グフーという男がゼルダに魔人の呪いをかけ石にしてしまったのだ。聖剣ピッコルの剣の聖なる力、魔人の呪いを解くこともできただろうが、これもグフーにおられてしまった。そなたたちピッコルを知っとるか。あの伝説に出てくる親指ほどの小さな体の種族。伝説などではない。確かに存在すると。なるほど。大きなものしか知らぬ秘密ゆえ、そなたたちが知らないのも無理はない。ピッコルたちはチロリアの森に住んでおる。ピッコルの剣を作ったのも彼らピッコルだ。彼らなら折れたピッコルの剣を元に戻して新しい聖剣を作ることができるはずだ。では兵士たちをそこへ使わせて。大人ではピッコルの姿を見ることはできない。どうやってもピッコルを見つけることができるのじゃ。なるほどね。お前が言ってみたらどうだ。どうかゼルダにかけられた魔人の呪いを解き、元の姿に戻してやってくれ。行く先で危険なことがあってはいかん。折れたピッコルの剣とともになんじゃらかんじゃら。折れたピッコルの剣も預かった。さあ、こっちがスミスの剣。おじさんが作ったやつだね。兵士たちは解き放たれた魔物から町を守る。残りはグフーを探すのだ。チロリアの森の奥には森の祠というものがある。森の祠。まずはその森の祠を目指すのがいいだろう。わかった。床にちょっとした渦巻きがあるね。でも関係ないやろな。時系列で言うとスカイボードソードの次の時系列になるんだよね。どれぐらいその間が空いてるかは分かんないんだけど、ハイラル王からこの町の修理を頼まれた大工の棟梁の武藤ってもんだ。オクタロックがかわいい。ここの右だな。これは何かっていうのは後々分かります。助けてくれー。誰もおらんのかーい。だってここだ。さっき通ったとこだね。そこの主じゃ。なるほど。ピッコルグフー。魔人の呪い聖剣とら。実はわしも魔人の呪いを解くために旅をしておったのじゃ。その聖剣ができれば確かに魔人の呪いを解くことができるじゃろう。わしの名前はエーゼロという。よろしく。わしも楽ができるわいと。ピッコルの世界はとても小さい。お主が今のままでは彼らに会うことはできんぞい。そこの一見普通の切り株を見てみろ。あれは昔人間たちが体の大きさを変えるために使っておった秘密の入り口、エントランスというものじゃ。わしがいればその上でお主の体をピッコルと同じ大きさにできるぞい。親指サイズになれると。はい、これは切り株の中かな。小さくなったね。ピッコルの入り口は姿形を変えてあちこちにあるから気をつけて見ておくことじゃ。分かった。大きな時にはただの水たまりでも小さくなってみれば底なし沼じゃからな。というわけでちっちゃくなってこの丸太も中を取れるようになるんですね。こうやって浮いてる草を足場にして進むと。
あんなまっすぐ歩いただけでどんぐりが4つぐらいあったよね。ここが森のピッコル里のようじゃ。さっき町の男の子が言ってたみたいにやっぱり赤い帽子なんだね。ほんとだ、人間だ。みんなに教えないと。人間を見るのが随分久しぶりじゃという感じだったの。お主、今の言葉がわからんかったのか？今のはピッコルの言葉じゃ。まあわからんでも無理はない。わしが知っとるピッコルの言葉とはちょっと違ってほとんどわからんかったしの。まあ誰か一人くらいは人間の言葉がわかるやつがおるじゃろ。探してみるのじゃ。おや、あなた見慣れない格好ですが、ひょっとしたら人間ではないですか？私ちょっと人間の言葉はわかります。この奥にある祠を任されています。ところであなた、言葉がわからなくてお困りの様子。ここから南に行くと樽の家があります。そちらにペララの実があります。ペララの実を食べれば私たちの言葉が話せるようになるでしょう。それっぽいやつあった。なんかたまごっちみたいだね。食べるモーションはなかったけど食べたみたい。お、なんか渦巻きがすごいある。関連は不明。剣を直したいなら金属に詳しいメルタの親方と7人のピッコロに会うといいよ。なるほど、剣を新しく作り直しに来られたわけですな。しかし新しく聖剣を作るには4つのエレメントが必要ですじゃ。エレメントとはこの世に満ちている精霊の力の結晶。今から私が教える場所にエレメントがあるはずでした。おー、なるほど。まずはこの4つを回れと。4つのエレメントの1つ、第1のエレメントは司祭の家の北にある祠にありました。今から町に住んでる友達のとこに遊びに行くんだ。実はハイラルの町にもたくさんピッコロが住んでるんだぜ。祠に行かれるのですか？ではここからどうぞ。さっき通ったここだったんだ。はい、森の祠。さあ、初めてのダンジョンですね。雲の巣はなんかあれ、まだ通れなさそうだね。ナメクジが。他の作品にこんな敵出てきてないよね、ナメクジの。あ、これで順番に火をつけると。順番じゃねえか。この宝箱の周りの模様はちょっと気になるけどね。そうだな、なんか風のタクトのラストダンジョンの扉にこういうのあったよね。そこのレバーは引っ張れるのではないかな。これも引っ張れたね。ああ、そういうことか。これまたでっかい樽じゃのう。そうかそうか、忘れておった。樽が大きいのではなくて、今はわしらの体が小さくなっているんじゃったな。これルピーもちっちゃいってことだよね。つまり物を掴んだら押したり引いたりできると。このゲーム確か各ダンジョンに中ボスがいたような気がするんだよね。これ中ボス扱い？まあ、最初のダンジョンだしね。お、なんか大きい宝箱。コンパス？はい。じゃあこの中ボスを倒すとなんかアイテムが手にあるのかな。オーケー、やった。きた。これが多分アイテムなんだろう。やった。魔法の壺。ボタンを押し続けて吸い込もう。いっぱい吸って打ち放て。ああ、おお、現れた。困ったの。水の上を動き回れなければここから先へは進むことができんぞ。あれだな、その葉っぱを吸い寄せて。なるほど、この空気の力で移動すると。さあボス行くよ。なんだなんだ。ワズブロブチュチュか何かが来た。これがボスなんかな。あ、リンクがちっちゃいからあの大きさの敵がボスになるってことなのかな。なるほどね。うわー、マジか。これが普通サイズってことなんやな、本当は。この吸った分はある程度保持されるかな、一回離しても。でこうしたらちょっとこう離れといて、このルーティンだね。おお、倒した。よーっしゃ。オッケーオッケー。紫色のなんか、これがあれか、第一のエレメント。これなんか扉のように見えるけど、扉ではないんだな。見たことない模様かな。どうなってるのかもちょっとよくわかんないし、マークが4つに分かれたやつっていうのはなんか風タクであったけど、いやでもこんなん言い出したら多分キリないもんね。
関連ないだろうな。おお、大地のエレメントを見つけたのですな。まだ若いのにその力と勇気は立派ですじゃ。その調子で残るエレメントを探すのなら、この次はゴングル山を目指すというです。ゴングル山。ゴングル山にメルタという男がおります。奴に頼めば折れたピッコリの剣を新しく作り直してくれるでしょう。なるほど。扉があったんだ、そこ。近道ですじゃ。かたじけない長老殿。では早速ゴングル山へ向かわせてもらうとしよう。緑の服に不思議な帽子。君ひょっとして大地のエレメントを手に入れた人間の右脳くんじゃない？やっぱりそうだ。噂は聞いてます。早いな。僕はアイテム発明家のベルタ。いろんな道具を研究してるんだ。僕が作ったいいものをあげる。きっと役に立つと思うよ。ゴム袋。やったやったー。爆弾だ。なんだこれは。聖なる力を携えし者よ。風の翼のしるべとならん。何？なんじゃ爆発したぞい。小僧、石碑のあったところを見てみるのじゃ。地面に何か印のようなものが書かれておるじゃろ。これは一体なんじゃろうな。わしにもさっぱりわからんの。なんだろうね。このマークについてなんですが、記憶をたどってピンときたことがありまして、スカイボードソードに RS シリーズっていうロボが出てくるんですけど、調べてみたらサルボって名前で頭についたプロペラを利用していろんなものを運んでリンクというかファイを助けてくれるやつなんですね。なんかファイに一目惚れしてるやつで、火山でいろいろ取ってきてもらった覚えがあるんですけど、頭のマークが似すぎてるのとプロペラと羽という共通点から何かしらの関連があると思っています。このゲームには後々風の民っていう人たちが出てくるんですが、ちょっと名前合ってるかどうか忘れました。というか厳密にはもう出てきているんですが、その人たちとの関連も少し気になっています。記憶があまりないので、こうやって進めるうちに何か分かってきますかね。これ爆弾で壊せるのね。さあお立ち会い。たっぷり幸せを集めましょう。ぴったりくっつくととびっきり良いことがあるという幸せのかけら。その幸せのかけらを入れるかけら袋を無料でサービス中。このチャンスを逃すとなんちゃらかんちゃら。かけら袋。なんかもらえるんだ。収集要素かな。かけら袋。そういうことか。相手のかけらと合わせてみるんだな。開くんだ。場所も教えてくれるんだ。このおじさんが持ってたかけら無駄になっちゃうよね。ゴングル山に行けばいいんだよね。ゴングル山は西の方だって言ってた。また間違えて爆弾出しちゃった。ごめんね、爆弾。ボタンがね、まだいまいち分かってなくて、ついつい爆弾置いちゃうんだよね。はい、それっぽい。また爆弾出した。私はハイラル1の剣の使い手ですし。いや、大きく出たな。どうだ、私の修行を受けてみるか。分かりました。お願いします。爆弾大丈夫かな。剣技というものは体で覚えてば意味がない。そこで今からお主の体を直接操って技を出させてやるぞよ。それすごいな。体操れんの。爆発したけど。すげえ。分かった。ありがとう。爆弾ごめんね。置いちゃった。爆弾どうにかならんからもう残り2個になっちゃったよ。どっかで買えないかな。これか。てか爆弾置いちゃった。これは後々分かります。今は何もできないですね。でもここひび割れたところがある。爆弾が1個余ってるから使おう。中にいろんなものを入れて持ち歩けるとっても便利な瓶を売るっぴ。やった。20ルピー安い。これなんだろうね。こんなんあったかな。なんか記憶ないわこれ。ちょっと忘れちゃった。ゴングル山ふもと来たね。なんか爆弾いるっぽいこれ。爆弾売ってた。再びゴングル山ふもと入り口戻ってきました。ツタを登れると。やった。20ルピー大きいよ。違うか。手に入れた。そこでよかったんだ。なるほど。これで育つと。今の音さ、なんかマリオのツタが伸びる音に似てるよね。ゴングル山の水を手に入れた。ゴングル山にだけ湧いている不思議な水だ。これがなんかね、栄養がたっぷりなのか知らないけど、これでしか育たない鶴があったような気がする。これ瓶もさ、ちっちゃくなってたってことだよね。今一緒に他の動画に寄せられたコメントでなんかすごいハッとしたものがあったんだけど、スカイロフトの住人がピッコル族、ちっちゃい小人たちだったんじゃないかって考えたことがあるって言ってた人がいて、なるほどねみたいな。
でもマスターソードが小さくないからそこで考察をやめたみたいなことを言ってたんだよね。でも今さ瓶も一緒に小さくなってたってことはさ、スカイロフトがピッコロ族でもともと空からその人たちが地上に来てでっかくなった、マスターソードごとでっかくなったっていうことも全然ありえなくないよねっていうことを今思ったね。なかなか面白い考察だよね。スカイロフトの住人が小人だったっていうことだね。要するにスカイロフトもちっちゃかったんじゃないかってことか。その説でいくと封印の地とか他のものも全部ちっちゃかったってことか。女神様もラスボスもちっちゃかったっていうことになるのかな。そういうことだよな。ここでねパラセールみたいなことをできるんだよ。こうやって帽子が膨らんだってことだからね。なんか怪しいね。やってみる？爆弾気づかないっつうのだから。そんなのゴツゴツした壁をどんどん登れるようになるグリップリング。今まで登れなかった崖もいつでもどんどん登れるぞ。ボルダリング。このゴングル山っていう場所はさ、ブレスオブザワイルドに出てきたかな。あったような気がしなくもないな。メルタの鉱山。お、たどり着いたかな。やっとこやっとこ。オイラはせっせと鉄を掘る。ここはメルタ親方と7人の弟子の鉱山っす。親方の許しがない人を通すわけにはいかない。なるほど。なんか水がある。また浮いちゃった。緑の服にヘンチクリな帽子。おめえが右脳って小僧っ子かい。話は森の長老から聞いてるぜ。早いんだね伝達が。俺っちはここの親方でメルタってんだ。お姫様の呪いを解くために聖剣を新しく作ろうってんだろ。しかしそれにはエレメントの力を宿す元になる剣がないと始まんねえ。持ってきた折れたピッコロの剣を出しな。お姫様を助けるってのが気に入った。俺っちが新しい聖剣の元になるようにがっちり打ち直してやるぜ。剣が出来上がるまでにはしばらくかかる。その間におめえさんはエレメントを探しに行きな。エレメントを探しに行こう、ね、爆弾ほんとごめんね。鉱山に行くっすか。親方と話がついてるなら止めないっす。爆弾ごめん。ゴングル山。本格的にダンジョン。炎の洞窟さっさとクリアしようね。エフェクト音とかもだいぶ夢島を意識してるよね。これを全部倒すとここの真ん中に宝箱が来るのかな。お、エントランスが来た。風に乗っていくのか。行くぜ。パッチの杖。なんだこんなんあったっけ。パチンとひっくり返せる不思議な杖。穴にエネルギーを貯めて飛び乗ることもできるぞ。へえ。宝箱が現れる前どんなだっけ。一応渦巻きあるね。四隅にパッチって聞くとさ、やっぱりダークソウルのパッチを思い出すよね。腹が立ってくるよね。このひっくり返すっていう仕掛けはさ、スカイウォードにあったね。無知でお主が持っているパッチの杖じゃが、それを使ってわしらがポーンと跳ね上がったりはできんもんかの。これか。はいはい。おいひっくり返した。オッケー。さあボスです。行ってみます。いざ。竜か。音は可愛いな。カメなのかな。うわーわわわわわ。オッケー。よっしゃー。なんか場面変わった。真正面からの倒され方しか用意してないから切り替わったって感じだよね。おお、ゴロンのマークに似てるね。炎のエレメントを手に入れた。炎は暗闇を照らし暖かさをもたらす力。炎のエレメントはその結晶だ。この壁ドラゴンが書いてあるね。おお、出来上がってる。おお、意外と早かったじゃないか。俺っちの方もバッチリ OK だぜ。さあ見てみろ。これが新しい剣、ホワイトソードだぜ。おお、白く輝く美しい剣だ。やったー。ホワイトソードってスカイウォードソードのね、女神のんちゃら剣に似てるね。その見た目とかじゃなくて白い剣っていうところが
初代ゼルダの伝説でも確かホワイトソードってあったはずだから、それを踏襲したものになってたのかもしれないね。スミスの剣はしまっておこう。その剣にエレメントの力を宿すと聖剣が出来上がるって寸法よ。森の長老が言うには、剣にエレメントの力を宿すためには聖域って場所に行かなきゃなんねえって話だ。聖域はピッコリの国と人間の世界の真ん中にあるへんてこな場所だ。その入り口はハイラルの城にあって100年に一度開く。4つのエレメントの力を宿した聖剣なら呪いを解くことができるはずだ。強くなったんだろうな。色変わった。おー、テイクタイト一発だよ。わしらこんな格好じゃが怒られたりせんか？こういうかしこまった場所は苦手なんじゃ。おう、よく帰ってきたな。して聖剣を作ることはできたのか？何、聖域とな。そんなものが城にあるとは聞いたこともないが。聞いたことないんか？マジか。聖域か。そういえば昔うちのばあ様が子供の頃城で扉を見たと言っておったな。100年に一度開く扉ならば城のどこかにもう開いておるかもしれんぞ。それも子供にしか見えんのならばわしらが気づいておらんだけかもしれん。なんか怪しいところ来たよ。おう、これが聖域への扉ではないか。どうやら大人たちには見えんらしいが、とにかく中に入って見えるのじゃ。一応マーク見たけど、なんか見たことないようなマークだね。聖域、水晶があるね。音楽がいい。ん？おー。ふむ、ここが聖域のようじゃな。ここで剣にエレメントの力を宿すことができるのか。真ん中に剣を立てる台があるようだぞ。はい。おお、エレメントが。エレメントの力が宿ったと。色が変わった。剣に大地のエレメントと炎のエレメントの力を宿した。へえ。なんか石板が現れた。剣に力を溜め続け、光る床に乗る。おそらくそこで光っておるパネルのことじゃな。剣に力を溜め続けてみれば、そこのパネルで何かが起こるのじゃろう。これだよね。おお。謎のメーターが。パネル。おお。何？これがホワイトソードの力のようじゃ。これからはこのパネルがあればいつでも分身することができるというわけだな。一応床の模様とか壁の模様見てみようか。こういうのはまあ渦巻きと言えなくもないかな。でも違うかな。見たことがない模様ではあるな。この模様も初めて見るね。渦を巻いています。これは剣の模様が描かれている。それ以外は目立ったものはないね。これで分身してスイッチを押すみたいなことか。なんと城の中庭に聖域への入り口が。わしらには全くただの壁にしか見えぬがの。これであと2つのエレメントが揃えば聖剣は完成する。入られへん。おや、こんなところでお会いできるとは。誰かと思えば我がお師匠様ではありませんか。グフーですね。貴様はグフー。相変わらずみすぼらしい格好ですね。私の呪いの力も大したものでしょう。何しろあなたにかけた呪いは強力です。いかなる力をもってしても解くことはできませんよ。相変わらずのようじゃの。悪しき望みのためにその帽子を作ったのではないというのに。かぶった人の願いを叶えるこの帽子は素晴らしい。おかげで私はこの世界でたった一人の存在。何者にも負けない魔人となれたのです。残すはフォースの力を手に入れるのみ。これも全部あなたのおかげです。私からのプレゼントを受け取ってください。待て、またかグフーよ。グフーはエゼロの知り合いだったんですね。これはモリブリンですね。ブレスオブザワイルドとそんなに遠くないですね、姿。グフーめ、一体今度は何を企んでおるのじゃ。右脳よ、こうなってはお主には全て話さねばならんな。わしとグフーはピッコルだったのじゃ。わしはピッコルの国で少しは有名な賢者でな。グフーはわしの弟子だった男。奴は人間の悪い心にとても憧れておった。ある日わしが人間のために作った願いが叶う帽子を奴は。エゼロってピッコルだったんだ。これちっちゃいってことだよね、じゃあ。グフー、そこで何をしておる。うわ。
だいぶ姿変わったね。おお、なんという邪悪な姿。私は今魔人となり、誰にも負けない力を手に入れました。貴様一体何を企んでおる？今年は100年に一度の扉が開く年。フォースを手に入れ、私は完璧になるのです。もう誰も私を止められません。ぐわー。じいさんやばくね？ああ、そういうこと？はははは、どうです？魔人の呪いは。そうなってしまってはエゼロ様も何もできませんね。では私はこれにて失礼。そういうことだったんだ。お主もピッコルの伝説は知っておるだろう。ピッコルが人間に光と剣を与えた話じゃ。剣はピッコルの剣。光とはフォースのことなのじゃ。フォースとは無限の魔力。今のグフーが手に入れれば大変なことになろう。わしはグフーを止めるため、人間の世界に来て、あの森でお主と出会ったというわけじゃ。じゃあ今の回想のシーンっていうか、昔の話のシーンは人間界のことじゃないんだね。ハイラルで起きたことではなくて、空の上ってことなのかな。わしにかけられた呪いはもはや解くことはできんらしい。しかし聖剣があればゼルダ姫は必ず元に戻せるはずじゃ。こうなったのもすべてわしの責任じゃ。最後までお主に力を貸すぞ。なるほど。サウの昔話はここまでじゃ。次のエレメントを探しに行くぞい。じゃあようやくエゼロとちょっとは分かり合えたって感じなのかな。目的を同じものに定めたという感じだね。残るエレメントはあと2つ。西にあるタバンタだって。そこに行けばいいんだ。緑のマークかな。あれを取りに行くっていうことかな。行ってみよう。貯めて分身。おー、そういうことだね。すげえ力だな。こっちで合ってるのか？合ってるみたい。イベントだ。城の方で何やら妙な気配を感じたが、気のせいかの？なんだ？王様が危ない？ダルタス。何やつだ？貴様はグフどうやってここまで入った？やべ。己何をする？うわははは。ぬわーって感じだよね。ぬわーだよね、これ。乗り移ったのかな？やば。みんな揃ったようじゃな。では、ハイラル王よりお言葉がある。これは大臣だね。そなたたちはその昔、ピッコルが人間に授けたというフォースのことは知っておろうな。そう、無限の魔力、黄金の光と言われているフォースのことだ。わしはそれが欲しい。このハイラルのどこかにあるはずだ。やばーい。今からお前たち全員でフォースを探すのだ。もたもたするな。早くフォースを探しに行くのだ。怠けた奴は本人はもちろん、その家族も牢屋に入れるぞ。わしの気のせいかの。悪いことは起こらねばよいが。お、来た。ここがタバンタ秘境か。沼だらけのなんともジメジメした場所だの。しかしこの先にエレメントが待っとるはずなんじゃ。行くぞ。ほい、行ってみるよ。おー、ローリングできないんだ。どうやら歩いては沼は渡れんようじゃな。何か別の方法を見つければだな。別の方法ってなんだろう。なんか入らしてくれない。やばい、城が完全に乗っ取られちゃったよ。靴屋は怪しいよね。なんか沼だし。お、イベントか？寝た。何か靴を落としたよ。あ、そういうことじゃないな。こっちか。あ、小さくなるのね。わかった。なんと人間が使う道具までもがエントランスになっておるとな。ピッコルたちもああ見えてなかなかしたたかじゃわい。いけない。これ登れないみたい。どっか行けるのかな？これか。おお、うわ、すげえ。面白い。あ、寝てる。あ、君ひょっとして宇野くん？メルタ親方が剣を鍛えてっていう人間の。俺も冒険してみたいけど、レムさんの靴を作るお手伝いがあるからダメなんだよな。あ、手伝ってるのね。バレずに暮らしてるわけじゃないんだ。ペガサスの靴がいるの？それならちょうどよかった。レムさんが眠ってる間に僕らが一足作りかけてるところだよ。でも仕上げはどうしてもレムさんがやらないとダメなんだよね。眠りん坊のレムさんは一度眠っちゃったら
なかなか起きないよ。急いでレムさんを起こしたいんなら、魔法使いのシロップさんのお店に行ってみたら。レムさんってレム睡眠のレムさんかな。困った。せっかく街にロンロンミルクを売りに行こうと思っていたのに、鍵をなくして中に入れないだよ。家の中にはスペアキーがあるだかな。そういうことなんだ。ああ、そこに入れてんのね。おい、持ってきたよ。でけえな、鍵。蝶々ハガーの湖の小屋。なんだろう。チロリアの森来たよ。やった。魔法使いシロップのお店。やった。来たね。着いた。やっと着いたよ。ここだ。匂いを嗅げば眠気が吹き飛ぶ目覚ましキノコ。やったー。戻ってきたよ。は、この鼻の奥までツーンとくる匂い。まさしく目覚ましキノコの香り。あなたが起こしてくれたのですか？助かりましたよ。急ぎの仕事があったからね。また新しい靴ができてるじゃないですか。実は僕眠ってる間に靴を作ってしまう癖があるんですよね。あ、知らないんだ。協力関係にあるわけじゃないんだね。わかった。起こしてくれたお礼にこの靴をプレゼントしますよ。ちょっと待っててね。今仕上げますから。やった。これでよっしゃ。さあ、これをどうぞ。レム特製ペガサスの靴です。おー、やった。沈まないよ。幸せのかけら。めっちゃ手に入るな。これは楽しそうだぞ。おお、なんだ。宝物を守るガーディアンというわけか。オッケーオッケー。めっちゃ弱いじゃん。なんだあいつ。幸せのかけらを手に入れた。幸せのかけらか。地名はタバンタってなってたね。ブレスオブザワイルドではタバンタは北西の方だね。ここは北西ではないな。ちょっとよくわからないけど。あ、これか。おお。倒した。あ、これが弓矢なのか。弓矢を手に入れた。離れた敵を狙い撃ち。やったー。ちょっと弓矢でやってみようか。あ、そういうこと？敵4発ぐらいで倒したかな。あ、こっち来てないな。かけら合わせ。あ、これか。L ボタン。ああ、そういうことだったの？開くのか？おー、なるほどね。はいはいはい。やっと進めたね。風の遺跡。あー、この敵、これアモスじゃないの？穴気になるね。先行ってみようか。ここにある兵士の石像はその昔僕たちピッコルが人間たちのために作ってあげたからくり人形なんだ。あ、そうなんだ。スイッチで動いたり止まったり、これ秘密ね。スイッチっていうのがよくわからない。あ、はいはい。この赤い光ってのはまあ見たことがないけどね。動いた。お、いよいよ着いたかな。一応模様見るけど、これさ、なんだろう、ここら辺の部族が槍を持ってるみたいな石像だよね。ちょっとゾナウっぽくもあるんじゃないか。 2D だからいまいちね、どんな見た目なのかっていうのは細かいことがわからないんだよね。とりあえず入ってみようか。風の砦。よし、ダンジョンですね。久々のダンジョン。どうやら崖の中に遺跡が丸ごと埋まってしまっているようじゃな。なるほどね。よ、仕掛けられた罠に捕まらんよ。気をつけて進むんだよぞ。わかった。この骸骨っぽい置物の頭、渦巻いてますね。また爆弾置いちゃった。これは何でもないのかな。これはなんだろう。なんか虫みたいに見えないかな。スカイウォードソードのビートルみたいな形にも見えるよね。お、スタルコスか。あ、
これ下の景色が見えるから、もしかしたらこうやってジャンプして下の階に降りるみたいな、そういう仕掛けもあるのかな。仕掛けっていうか、そういう謎解きもあるかもしれない。これは目玉があるから撃ってみよう。はい、正解でした。それってだね。神トラベースの動きだね、スタルフォス。神トラはスタルフォンみたいな名前だったっけ。あー、しまった。まんまとハマっちゃってるじゃん。ちょっとひどい。もうなんか今まで出てきてないような敵が出てきたね。2回目は騙されないよ。オッケー。20ルピア美味しい。これなんかさ、壁掘れそうだよね、後々。ここでなんかアイテム手に入れるのかな。うわっ、びっくりした。こっちからかな。あ、弓矢。あ、連続で射抜けみたいなことかな。難しいね。こっちが先かな。あ、扉ごとに分かれてるか。なるほど。あ、そういうことね。こっちも開けておく。こっちから行ってみようか。またこいついるね。こいつちょっと調べてみたんだけど、アイゴールっていう名前みたい。目閉じてるね。ここはこれか。よし、つまりあの感覚だから、こっからここってことだな。こんな感覚じゃないか。はい、正解。ちゃんと目狙わないといけないんだね。高さが関係してるみたいな。お、コンパスか。あ、コンパスか。今のところそんな目立ったものはないけど、ここ密かにトライフォースがあるね、この壁。はい、じゃあもう一つの扉の方行ってみよう。あ、なるほどね。オッケーオッケー。ちょくちょくこの分身を使う機会が増えてきたね。あれ？あ、そういうこと？なるほど。よいしょ。そうか、上に押すときはまた横並びにリンクも分身しないといけないってことだね。やり直さなきゃいけないと。お、鍵が落ちた。おう、なるほど。こういうの面白い。今何か下に、あ、飛ばしちゃった。これいけるんだよね、多分。やったー。予想通りでしたね。オッケー、小さな鍵を手に入れた。おー、あ、これ顔だったのかな。この虫だと思ってたマークで、この顔ってところどころで見たことあるね。続編トレーラーのあの遺跡の入り口の顔ってこんなんじゃなかったっけ。真ん中に3つ目の目があるようにも見えなくもないよね。これどうだろうね。ちょっとこじつけてるかな。ここにまた鍵が落ちてくるのかな。お、大きい宝箱がある。あの中身がきっとこのダンジョンのアイテムだ。あ、ところどころまたドライフォースが。もう取っちゃっていいんだよこれ。すごっ。ダンジョンマップか。ダンジョンマップね。わかった。あいつの倒し方もちょっと慣れてきたな。鍵か。これどっち使う？あ、一緒っぽいね。うわ、一緒じゃなかった。マジか。
おお、びっくりした。フロアマスターみたいなやつ出てきた。あ、あいつ倒せるのかな。デザインがトアプリのスフィアマスターか。あいつに似てるね。いや違うかな。風タクの方かな。風タクのフロアマスターの方かな。このマーク前もどっかで見たねっていうか、なんとなく出てきた。あれ、楽勝だった。盾使えば楽勝だね。あ、一緒に移動するってこと？これいずれ追いつかれるんだよな。これか。なるほど。忘れてた。これはでしたね。はい。モグラグローブ。ちょっと待って、唐突に出てきたんだけど、すごい隠し通路の中にあったからびっくりした。掘って掘って掘りまくれよ。掘れるんだね、やっぱ。おー、すげえ。これはスカイウォードソードのモグマ族。2021年3月6日にこの続きから始めます。不思議の帽子をクリアしたら、次は時のオカリナを考察視点でプレイしていきます。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただいて高評価ボタンを押していただけると今後の動画作りの励みになりますので、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。